久しぶりのチュートリアル動画です。この動画見終わった後に作る曲の低音のクオリティは今まで作ってきたものをはるかに上回ると思います。みんなキックとベースってどっちが重要だと思います？ Both. どっちもです。どっちの音も特に低音を支配している音ですし、やっぱり曲全体の迫力を出すためにはどっちの音もすごく大事です。なのでこの2つがうまくミックスできているかできていないかっていうのは、その2つのバランスだけでなく曲全体においてもかなり影響してきます。というわけでまず先にこの動画見てほしいんですけど、これプロデューサーのオリバーですね。スプライスのサンプルパックでもおなじみの彼がある実験をしてます。これ概要欄にリンクを貼ってます。動画の中で彼はキックと808、これベースの種類の一つですね。それを6つの方法でミックスすることをトライしてるんですよ。で、この6つの方法の中でどれが一番ベストな方法かを実験してるんですね。で、ざっとこの6つの種類を話していくと、1つ目まず何もしない。もうキックとベースそれぞれ何もしないパターンですね。2つ目はボリュームフェードですね。これはキックのアタックの瞬間だけベースの音がフェードインするパターンです。そうすることでキックとベースのぶつかりを最小限に抑えようっていう作戦ですね。で、3つ目はイコライザーを使うパターン。これはキックのローをカットしてベースの低音とのぶつかりを防ごうとする作戦。4つ目はフェーズ。位相をコントロールするってやり方なんですけど、キックとベースを横に並べてクロスフェードさせるパターンですね。5つ目はサイドチェーン。よく聞いたことがあるかもしれないんですけど、ベースにサイドチェーンコンプをかけるパターンです。で、最後はマルチバンドサイドチェーン。808のローエンドにだけサイドチェーンコンプをかけるパターンって感じです。今一気に全てを話しちゃったんですけど、これ多分話だけ聞いててもはって感じだと思うんですよ。で、先に結論言っておくと、この方法の中にこれだけが正解ですっていう絶対的な方法はないっていう風にオリバー自身も言ってます。動画でオリバー自身も言ってるんですけど、この中でサイドチェーンを使った方法っていうのは、一番クリーンだなっていう風に言ってます。なので今回のこの動画ではその一番良さげなこの5番の方法に集中的にフォーカスして解説していこうと思います。なので今回紹介する以外の実験の内容については概要欄のリンクから飛んでもらってチェックしてみてください。いわゆるね、成功法だけ理解するよりもそれ以外の実験の結果とかも見ておくと、なんでこの方法が一番良かったんだろうっていうのがその1個だけ理解するよりは腑に落ちやすいかなと思うので、まずはこの空っぽのオーディオトラックを作ります。これ何もない状態ですね。で、ここに次はこの空っぽのトラックにこういうトップキックっていうのを入れます。アタックだけで本当に後ろの音がない感じ、カチカチした音ですね。これをフェーダー下げて、こうやってもうめちゃくちゃすぐ音が鳴り終わるような細い音にすると。こんな感じの音になってれば別にこのサンプルじゃなくてもいいんですけど。で、このトラックは鳴らないようにミュートしといてください。トリガーっていう名前をつけておきましょう。なんでもいいんですけどね。自分がこのトラックの名前として理解できていれば。次はこのベースのトラックにコンプレッサーを入れます。で、コンプレッサーの内蔵のロジック内蔵のやつでもいいですし、僕はこのファブフィルターのプロ C2 ってやつを入れます。これは結構グラフィック的にも見やすいので、ちょっと説明しやすいかなと。この読み込んだコンプレッサーの設定をちょっとこの画面見ながら真似していってください。まずアタックとリリースを一回もうファスト、一番短くしますと。で、このオートゲインのオートは消します。で、2をこっち側にしておきます。0にしてください。で、このサイドチェーンっていうところのウィンドウを開いておいてもらって、で、ここエクスターナルってボタンを押しますと。で、このサイドチェーントリガーをトリガーってものにします。要はこのコンプレッサーによってトリガーの音が鳴った時だけベースの音がへこむっていうような仕掛けを作った感じですね。多分言葉の説明だと分かりにくいと思うんで、これで一回見てもらうと、じゃあちょっと808だけ鳴らしましょうか。こんな感じで808のアタックが消えてるの分かりますか？この赤線はこれぐらいボリュームを下げてるよっていう目印なんですけど、で、こっからリリースを少し遅くしていくと、戻りが遅くなるんですよ。こんな感じですね。さっきよりも音が復活するのが、ボリュームが元に戻るのが遅れてますよね。これをやってあげれば、キックとのぶつかりを防げるんですよ。っていう感じで、見事キックとベースがめちゃくちゃクリーンにミックスされてる状態を作ることができましたと。多分今一連の流れを見てて、何なのこのトリガーっていう存在はって、これ何のためにここにセットしたのって思った人いるかもしれないです。それこそ、このコンプレッサーのサイドチェーンのここの部分を別に直接キックに反応するようにすればいいんじゃないのっていうふうに思う人もいると思うんですよ。これそうすると何が起きるかっていうと、この
キックの長さに対してというか、キックのこの波形の特徴によって、ここの反応の仕方が変わっちゃうんですね。例えば今ので聞いてみると、こんな感じで、ここの部分が戻ってくるのがこう遅れたりとか、コントロールしにくくなるんですよ。なので、こうやってトリガーにトップキックって本当にアタックの部分だけの要素、これを追加しておいて、こいつに反応するっていう風にセッティングさえしておけば、使ってるキックがどんな音であれ、ここのリリースで自分の好きなようにこう、ベースのこう、ボリュームの戻りっていうのをコントロールできます。という感じで、こうおかげさまでこうキックとベースの干渉を抑えて、こうお互いが伸び伸びとね、こうご自身の持ち味を発揮しながらこう、音を出す仕組みを作ることができました。で、なんか今回紹介した方法っていうのも絶対的な方法じゃないっていうことをこう頭に入れておいてほしくて、こう例えばこの今回紹介したコンプの設定ですね。こういうのも多少の抜け目は僕もあると思ってます。なんでこの動画の根本的な目的っていうのはキックとベースの干渉を抑えるっていうこの本筋よりももっと重要なこととして、なんかもっと音楽的なクリエイティブな部分に時間と労力を避けてほしいんですね。もちろんこれミックスの作業っていうのが音楽的じゃないとクリエイティブじゃないって言ってるわけではもちろんないです。最終的に曲のクオリティを高めるためにこのミックスっていう作業はもうめちゃくちゃ重要ですし、まず僕自身がこのミックスという壁ともう何年もずっと向き合い続けてるので、これはもうめちゃくちゃクリエイティブに影響する作業だとは自覚してます。なんかただグルービーなベースラインを作る練習とか、あとなんか意外なキックとベースの組み合わせを試してみるとか、こういうクリエイティブなアクションにもっと時間を避けて実験してみたりした方がいい音楽を作るためにはすごい大事なことなんじゃないかなと。それこそ元のアレンジが良くない状態でいくらミックスが綺麗になったとしてもそれはなんか果たしていい音楽っていうところに確実に到達するかっていうとちょっと違うと思うんですよね。これはカメラに向かって言いながら自分自身に言ってるんですけど、もっと頑張れと。久しぶりにチュートリアル動画なんか説明めちゃくちゃ下手くそになったな。なんかそれこそ前に上げてた時の方が説明分かりやすかったと思う。もうちょっとこのカメラの前に向かって喋るっていうことに対して僕は慣れないといけないな。なんかすごいぎこちない。なんか分かるでしょ見てて。なんか説明してる感じ。これちょっと要改善っすわ。ちょっともしかしたらね大事な部分の説明が抜けてる可能性もあるんで、ちょっとその辺もし気になることあったらコメントで言ってください。文章で回答できる範囲の内容だったらできるだけ答えるようにするんで。ってことでもうちょっと動画を本数上げていけば説明上手くなると思うんで、もう少しだけちょっと見守っていただいて温かい目で多めに見ていただけると嬉しいです。というわけで